皆さん、こんにちは。こんにちは、ディレクターです。今日は英語チャンネルからの質問で受け答えしてみましょう。とても面白い話です。こんにちは、ボイチ先生。漫画のキャラクターの表情について教えていただけますか？もちろんです。それでは私が知っていることが多くないが教えてあげます。先生は先駆のハンサムで真剣な表情をどうやって漫画的な表現に誇張して描くことができるのか知りたいです。私のコメントが先生に伝わることができるか、先生の助言期待します。質問してくださって本当にありがとうございます。日本語のチャンネルもたくさんの質問をお願いします。コメントが伝わって本当に良かったです。はい、本当に良かったです。真剣な表情、あるいは写実的な表情、単純な表情あるいは漫画的に誇張された表情、あるいはそういう顔、こういうものをこうやって同じ一つのキャラクターで一つの作品で一緒に混ぜることについての話です。私は三剣ロックを連載していた時代にも日本の先輩先生たちからボイチ、あなたはすごく両極端の表情を混ぜるのが上手だね。それがあなたの作品の個性だよ。こういう話をしてくださったことが何回かあります。多分、私が思うに、私が韓国で昔に少女漫画をたまに描いていたからだと思います。1990年代の韓国少女漫画は、本当に綺麗でかっこいいキャラクターを漫画的で単純に、キャラクターの絵を一緒に混ぜて描くのが流行でした。だから多分、私がそこで活動しながらそれを学んでそうしてるんだと思います。では真剣な顔、あるいは大げさな顔つき、真剣に描かれた顔、あるいは単純で大げさに描かれた顔、この2つを1つのキャラクターで1つの作品に混ぜるべきなのか。それでは考えてみることができるのは、当然2つのスタイルの絵と表現法を勉強しなければなりません。そうじゃないですか？中華料理も作って和食も作るには2人とも料理の勉強をしないといけないじゃないですか。ところで今日の質問のポイントはこれです。一つのキャラクターにどう使うか。これが今回の動画の革新的な質問ですよね。ドクターストーンを例に挙げて説明してくださったんですが、実はドクターストーンは2つのスタイルではなく、3つのスタイルを表情や顔を描くのに使いました。それは何かというと、まずはドクターストーンの目印となる絵柄、そしてそれよりもっと写実的な絵柄、そしてあるいはそれよりもう少し漫画的な絵柄。例を挙げれば、とても真剣な状況の時、あるいは顔をクローズアップする時、顔の一部の目、口、こういうところをクローズアップする時は、基準の絵より少しリアルな絵を使うんです。しかし、このような技法は、ほとんどの作家さんたちが使ってると思います。現代ではこのような技法をたくさん使ってると思います。なのでこれは目立たないし、自然に感じます。たくさん使うので。だから多分、実際には私が3つの文章を書きましたが、これを2つだとおっしゃったようです。表情を交える方法についていろいろあります。今日は5つについてだけお話ししたいと思います。いろんな絵柄を混ぜる方法です。数多くの方法の中で、まず5つ。1、キャラクターのデザインポイントがはっきりしていれば、どんな絵柄やどんな表情描写法を使ってもそのキャラクターとして認識される。2、作家の絵柄の個性がはっきりしていれば、他の作家の表情のスタイルを習って使っても全然問題にならない。
3、配分がはっきりしていて、中心的な絵柄がはっきりしていれば変装しても混乱は感じられない。4、下差で極端な表現は少しだけ使うべきだ。5、表情と絵柄を変えてキャラクターを、分かりにくければキャラクターがわかる表示を入れればよい。このように5つをお話して、一度例をお見せしたいと思います。デザインポイントが違うならどんなスタイルを使っても同じキャラクターに見えるということです。顔だけ描いてみます。少し申し訳ない顔を描いてみます。こうやって一つ。もう一つ。掴んで伸ばしてみましょうか。もう一つ。今度はどうしましょうか。こうしてみましょうか。鼻の穴を大きくしてみましょうか。鼻水が出るようにしてみましょうか。鼻をリアルに描くとき少し面白いときがあります。なのでリアルに描いてみましょうか。口も少しリアルに見てみましょうか。頬骨と汗も描いてみましょう。さあ、これらはなかなか同じキャラクターで見えません。でも皆さんご存知のように線区はデザインポイントがはっきりしています。ここに石化線区をお見せします。線区のデザインポイントは、ここの顔ではクタクタな髪がポイントですよね。こういうのもあります。顔の傷かもしれません。顔の傷だけ取って、それに線区のデザインポイントである髪の毛を描いてみます。線区になったんですよね。さあ、線区になりました。額は狭めてみましょう。ヘアラインの形もちょっと変えてみます。どうですか？線区になりましたよね。明らかなキャラクターのデザインポイントをくれるから。急にお互いに違った顔がどうなりましたか？線区になったんですよね。基本的にどう描いても少なくとも私の絵のように見えますよね。他の作家さんの表情を勉強して使ってもいいです。私の場合は一時黄金のガッシュベルの表情をたくさん勉強しました。表情描写がとても良かったです。それで一生懸命勉強しました。それで導入したことがありました。しばらくアフロ田中という作品を私が好きだと前にも言いましたが、アフロ田中の表情の描写法が大好きです。本当にお上手です。それを一生懸命勉強して
使ったことがあります。私が勉強したアフロ田中のスタイルを少しだけ描いてみます。私がこれを勉強して一生懸命使いました。とても面白い表情表現じゃないですか。本当に面白いです。さあ、こうして私の絵柄が確実にあれば、他の先生が使うものを私が一生懸命勉強して感謝しながら使うこともできます。それはパクリとは別のものです。ここに線区のデザインポイントを挙げると、線区になったんですよね。そして配分がはっきりしていれば、また変装しても混乱しません。つまり基本的にこの絵柄が中心なんですが、これ 20%、これ 20%、これ 20%、またこれも 20% で、この絵柄も 20% 混ぜると混乱します。混乱するから自然ではなく、よく認識もできないし、これは何だろうと思ってしまいます。それも一つの絵の戦略かもしれないと思います。それでそうしたいし、そういう理由があれば使ってください。でもこれが 80% で、5% ずつになっていれば混乱しません。じゃあ混ぜて使ってもいいんですよね。私の考えはそうです。それでどれだけ大丈夫かは、作家と読者が相互作用しながら決める問題でしょう。そして、誇張されて極端なものであるほど前に使わなければなりません。例を挙げれば、これが一番誇張されています。これもなかなか誇張されています。これはほんの少しだけ使わなければなりません。これが 5% なら、これは 1%。こんな感じです。これは 2%。こうするんですが、演出上でもいいです。さあ、線区をまた描いてみましょう。今回は全然線区みたいじゃないです。少しリアルな目を入れてみましょうか。ここは漫画的な目を入れて、最初からひねってみましょうか。線区にはないヒゲも入れてみましょう。皆さん、今、私は線区を描いているんです。頬骨も入れてみます。従来の線区とは全く違って、骨の形も違うし、科学の形も違うように描いたらどうでしょうか。おでこのラインも違うように、ハゲ頭で、ハゲを描いたらどうでしょうか。線区の指標を入れました。線区の指標がはっきりしていれば、こうやって描いても線区のように見えます。ディレクター、どうですか？線区のように見えますか？線区というと線区のように見えますよね。はい、線区のように見えますね。しかし、このように描いてしまうと、こうしたら線区のようには見えませんよね。そうですよね。線区には見えません。けれど、漫画的にたくさん使える技法です。こうやって線区って書いてくれたら、こうしても線区になるんです。隣のキャラクターたちが
あ、先駆だ。先駆の顔があんな風になった。こんな風にする方法もあります。先駆を知ることができる他の表現。他に確かに先駆なのはどんなものがありますか？あ、ポイントを挙げたら、先駆になりますね。全く違う顔だけど、いずれにせよこれは先駆だな。というのがあります。その次に、文脈上、このカットの後、このカットが出たら、カットがこうやって移動したら、文脈上、先駆になります。それで文脈というのはとても重要です。このような先駆たち。カットがこうあったら、脈絡というものがどれほど重要か。こうやって脈絡を作ったら、このようにいきましょう。この次に、点を打つにしても、皆さん、この点は何だと思いますか？確かに線区に見えます。これは少なくとも人の顔じゃないですか？これは人じゃないです。これは点です。点です。不思議ですね。目、鼻、口もありません。点も線区になるかもしれないけど、人の顔をしているのに線区にならないわけがないでしょう。それでこういう見分けられるし、周りのキャラクターたちが変な顔の線区だというセリフを入れたりとか、脈絡として線区であることを知らせてくれるとか、という風にすれば、何をしてもそのキャラクターに見えるようになるでしょう。この他にもたくさんの方法がありますが、今回は5つだけやってみました。さまざまな絵柄表情描写法、同じものを混ぜて漫画を作ることを、私は必ずしも良いとは思いません。私がよく使うんですけど、すごく混乱するかもしれないし、不作用も多いです。それではどんな面がいいのか、まずは使えたら伝達力が強化されますよね。その次にまたどんな点がいいでしょうか。作家の技術を楽しむことができるでしょう。皆さん、漫画を含めた芸術、体育系はサーカスと似たような面があります。本質的にそういう面があります。それは何か作家の芸術家、あるいはそのスポーツマンの技術を楽しむことです。技術を楽しむことができれば、漫画をもっと面白く見ることができます。文化と芸術の本質的なものを楽しめる、そういう面を感じることができます。なので多様に技術を入れた作品は、そのような技術を楽しむ面が確かにあります。そして、そういうことを楽しんでいる、きっと読者がいらっしゃるんでしょうね。それでは今回の動画はここまでです。また会いましょう。ありがとうございます。